アメリカで一番有名な住所は1600ペンシルバニアアベニュー。これはホワイトハウスの住所です。今から22年前、ヒューストンでホワイトハウスより有名になる住所が誕生します。2001年12月2日、ヒューストンで大きな事件が起きたのです。This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. ヒューストンはこれで有名にもなりましたが、これ以来の大事件で、世界中でヒューストンが連呼されるようになります。これはテキサスで一番高いビル、JP モーガンチェイスタワー。五角形のビルとしては世界で一番高いです。そして、これはテキサスで2番目に高いウェルスファーゴのビル。Houston, we've had a problem. ヒューストンやダラスのダウンタウンはビジネス街ですので、週末の午前中はほとんど人がいません。マンハッタンみたいな人混みを期待していると、がっかりしますよ。逆に週末に観光する方が車が止めやすくて、おすすめです。ここ、1400、スミスストリートが今回のお話です。エンロンはこの人、ケネス・レイが1985年に始めたエネルギー関連の会社でした。1990年後半頃の株価は順調に上がっていて、イケイケの会社でした。しかし、これも後からわかることですが全て見せかけの数字でした。この短い動画で、エンロンの事件を全て説明することはできませんが、ざっくりと何が起こったか、お話しします。最初の問題は、1987年。会社のトレーダー2人が内緒で勝手にギャンブル気分で株を儲けていました。見つかってクビになるどころか、ケネス・レイは、もっと金儲けしてくれ、と、手紙を書いたほどです。後にこの2人は、捕まり禁錮刑1年を食らいました。その後、ケネス・レイはこの2人に代わって金儲けをしてくれる人が必要になり、そこで雇ったのが新しい CEO ジェフリー・スキリング。彼はエンロンを天然ガス供給会社から、天然ガスの株式投資会社に仕上げました。It's like I'm blind. I can't see what's going on. I don't know what the market price is. The way they used to deal with it, if you needed something and you needed it now, it could take you hours. 彼が始めたのが、マーケットトゥーマーケット。例えば10年間10億円という契約で、たとえ1円も受け取っていなくても、契約をサインした日に10億円の利益がある、と計上していました。こんなことを頻繁に行っていたので、エンロンは経済的に張り子の虎となりました。これは、氷山の一角で、他にもいろいろインチキをやっていました。カリフォルニア州では電力供給を止めて、意図的に停電を起こし、株価を釣り上げています。早い話、史上最悪、究極の粉飾決算で利益と株価を釣り上げていました。2001年8月14日に CEO のスキリングが突然辞任。ケネス・レイが CEO の席に着きました。翌日、この内部告発者シャーロン・ウィットキンスが膨大な粉飾決算を新 CEO のケネスに報告。と言っても、ケネスもこの粉飾決算の片棒を担いでいたわけです。シャーロンは2001年6月頃、CFO のアンディ・ファスタウの下で働いていました。アンディも率先して粉飾決算をしていた一人です。しかしこの内部告発によって、SEC、米国証券取引委員会の調査が入り、SEC、
に加えて、FBI 連邦捜査局、IRS、合衆国内国歳入庁、それに司法省などが合同で調査に乗り出しました。それによって投資家がエンロンに対して懐疑的になり、株価が下落。その後も、エンロンは何とかごまかそうとしますがすでに、時遅し。エンロンの会計監査役を請け負っていたアーサー・アンダーセンは書類をシュレッダーにかけまくり、証拠を消そうとしましたが、これも時すでに遅し。アメリカ最古の会計監査会社のアーサー・アンダーセンは信用をなくし倒産。実は大学の友達はこれで職をなくしました。The collapse of the deal between Enron and Dynegy has left Enron employees stunned, many of them wondering if they'll be getting their next paycheck. Everybody's concerned about their job. As it is right now, I think everybody's a little in shock. People don't know if they get their paychecks on Friday. エンロン、ほんの数日の間に最も働きたい会社第1位の座から転げ落ち、2001年12月2日に倒産しました。エンロンの倒産は当時世界最大の倒産として世界中に報道されました。But some Enron employees say they are still hopeful that both their company and their jobs can be salvaged somehow. In downtown Houston, Suzanne Bose, News 2 Houston. 裁判の結果、元 CEO のスキリングは19の陰謀と詐欺罪、インサイダー取引などで懲役24年を言われましたが、実際は14年の刑期と45億ドルの罰金を支払いました。元 CFO のアンディ・ファスタウは検察側の調査に協力したことで、懲役6年、刑期後2年の執行猶予がつきました。ボスのケネス・レイですが、判決が言い渡される前に心臓発作で亡くなりました。世界最大級の倒産なので、当然、この3人だけが仕掛けたわけではなく、会社の上層部、銀行、弁護士など、22人に有罪が課せられました。当時散々メディアに出てきた、エンロンのロゴ、曲がったいと言われたこのオブジェ。このおかげで1400、スミスストリートは世界で最も有名な住所となりました。エンロンの倒産後、このビルは売りに出されて、その後石油会社のシェブロンの所持となりました。ヒューストンダウンタウンのビルのほとんどは1980年代に建てられたものですが、その中でもこの1400、スミスストリートのビルはとびきり美しいと思います。皆さんもチャンスがあったら実際に見てください。動画で見るよりもっと美しいです。アストロズの球場。建った当初はロンフィールドと呼ばれていました。エンロンが30年間100億ドルの契約で名付け親になったのですが、エンロン倒産後、名前がミニッツメイドパークに変わりました。この球場は MLB のスタジアム最初のアマゾン号式のキャッシュレスストアがあります。エンロン関連でほとんどの人が知らない世界。この右側の店、以前はケネス・レイの奥さんがやっていた店です。家でいらなくなった家具や雑貨をセカンドハンドとして販売していました。相当の金持ちだったので、たくさん使わなくなったものやいらないものがあったのでしょうね。そしてこの左に見える高層オークション。これはスキリングが住んでいたところです。話によると、ワンフロア全部持っていたそうです。エンロンのお偉いさんたちはその他、市内に何軒も家を所持していました。アンディ・ファスタウが住んでいたのはサウスハンプトンという高級住宅街。
ケネスもハンターズクリークという高級住宅街に家を持っていました。エンロンの倒産で定年資金、健康保険、投資金をなくした従業員たちは、このお偉いさんたちに聞きたいでしょうね。ホワイ。なんでこうなったの？